タイラー・ダーデンを知ってるか？何度も人に聞かれた。あと3分。それで全てが木っ端みじん。何か言っておきたいことあるか？銃を口に突っ込まれて喋れる奴がどこにいる？何も思いつかない。一瞬タイラーが仕組んだ破壊工作のことをすっかり忘れて、銃にばい菌がついてなかったか気にしてた。いいな、ワクワクする。愛しているから人を傷つけるとはよく言うが、傷つけたから愛せるとも言える。ここはビルの破壊ショーを眺められる特等席。プロジェクトメイヘムというテログループが12のビルの支柱にゼラチン爆弾を仕掛けた。あと2分ちょっとで起爆装置が作動して支柱を爆破する。周辺区域までもが瓦礫と化すだろう。タイラーが知ってることだから僕も知ってる。2分30秒。考えてみろ。大したもんだろ。今ふと気がついた。これら全てのこと、銃と爆弾の革命、どれにもマーラ・シンガーという女が絡んでいた。ボブ、女の乳房を持ってる。ここは抗がんがん患者たちのサポートグループ。僕を抱きしめて泣いている大男、彼がボブだ。まだ男だよね。ああ、男だよ。僕たちはまだ男だ。8ヶ月前、ボブは抗がんを摘出された。ホルモン治療で投与された男性ホルモンに対抗して女性ホルモンが増えすぎ、胸が大きくなった。その谷間に顔をうずめる。今度医者たちは胸を切開して中身を抜くんだ。神の胸に抱かれることは、この汗ばんだでかい胸の感触に近いものかもしれない。いいよ、今度は君の泣く番。待て待て、もっと前だ。話を戻そう。半年の間眠れなかった。不眠症になると夢見心地だ。現実が遠く霞む。何もかもがコピーのコピーのコピーのようだ。これからの宇宙開発にはどんなものにもスポンサーの名前がつくことになる。 IBM 宇宙探索船、マイクロソフト銀河、スターバックス惑星。今週は出張してくれ。尻拭いの仕事がある。火曜日だったな。火曜日はいつも青紫のネクタイ。出張の方を優先しろというわけですね。ああ、それじゃあ今の仕事は後回しに。詳しいことはここに書いてある。これ航空券。何かあったら電話くれよ。えらく元気だな。カフェインの館長でもしたのかよ。僕は今流行している安らぎのスウェーデン家具 IKEA の虜になっていた。ファーニです。ああ、はい。どうぞ。エリカ・ペッカーリの下ぼこり余計用のカバーをください。お待ちを。例えばインヤンがデザインされている気の利いたコーヒーテーブルなどがあると僕はすぐに欲しくなった。クリプスクのパーソナルオフィスセット、ホベトレックの健康自転車、ストリンがデザインした緑の島柄のお浜シャブのソファー、環境に優しい無漂白の紙を使ったリズランパのワイヤーランプも買った。僕はカタログをめくって考える。どんなダイニングセットが僕にふさわしいだろうかと。何でも揃っていた。小さい気泡の入っている不揃いのガラス皿もあった。なぜそういう皿を選ぶかっていうと、どこかの職人たちのハンドメイドだということが一目瞭然だからだ。お待ちください。それだけ。待ってるよ。いつもありがとうございます。今の若者はポルノなんかよりブランド商品の方に目が行く。いいえ、不眠症で死ぬことはありません。じゃあ睡眠発作じゃないかな。たまに起きたらとんでもないところにいるんです。どうやってそこに行ったかわからない。リラックスすればいいんですよ。先生、睡眠薬を出してください。赤と青のツイナール、口紅の赤のセコナールだ。いや、自然の眠りがいいんです。カノコソウの根でも噛んで、もっと運動してください。ねえ、頼むよ。苦しいんだ。あなたが苦しい？火曜の夜にファーストメソジスト協会で抗がんがん患者たちと会うといい。あれが苦しみだ。ああ、子供は3人欲しかった。男2人と女。妻のミンディは女2人と男だって。どっちも譲らなかったんだ。そうだ、ミンディは先週子供を産んだんだよ。女の子。新しい旦那の子供。いや、神に感謝してるよ。
彼女が幸せになって、だって幸せになる権利がある。それじゃあみんな打ち明けてくれたトーマス君に感謝しよう。ありがとうございます。この部屋には勇気ある男性が大勢集まっている。心強い限りだ。お互いが勇気づけられる。では一対一の対話を。ここにいるみんなもトーマス君の勇気を見習ってほしい。自分の心を開くんだ。それではパートナーを選んで。こうして僕はあの大男と出会った。彼の目はすでに涙で潤んでいた。内股でぎこちない足取りだった。僕はボブだ。ボブ？ボブはボディビルのチャンピオンだった。深夜のテレビ番組で胸の運動をやるのがあっただろ。あれは彼の相手や。僕はボディビルダーだった。薬物を使った有名なステロイド、ディアボノル、ウィステロル、クソ競馬馬に使っている強い薬なんだ。今じゃ破産して離婚された。ひどい。二人の子供たちは電話に出ようともしないんだ。赤の他人たちの正直な告白は僕の心を揺さぶった。いいんだ、コーネリアス。泣いていいんだよ。すると何かが変わった。感情が吹き出た。我を忘れ暗黒と沈黙の完全なる世界で自由を見つけた。絶望の果てに自由がある。いけない。いいんだ。赤ん坊よりも眠った。そして僕は病みつきになった。僕が黙っていると症状が重いせいだと思われた。周りが泣くほどに僕も泣けた。さあ、緑の扉を開きましょう。心のチャクラです。僕は死にかけてはいない。がんじゃなければ感染症でもなかった。僕はここにいる連中の中心にあるあったかく小さな存在。自分の苦しみは癒しの光を発する白い玉です。その光が体を巡ってあなた自身を癒すのです。息を忘れずにイメージを続けて。では部屋の後ろの扉を通って進んでみましょう。どこに行けた？あなたの洞窟よ。それではあなたの洞窟を先へと進んでみましょう。それでいいわ。そのままあなたの洞窟の奥へと進んでいきます。何かがいる。あなたの力になる動物が。すべて毎晩僕は死に、そして毎晩僕は生まれてきた。復活だ。ボブは僕にも睾丸がないと思い込んで僕を愛してくれた。その場所に行き、彼の胸に顔をうずめて涙を流す安らぎの時間だ。でも女がぶち壊した。何もかも。ガンのグループでしょ。この女がマーラシンガー。女で抗がんがんだって。大嘘つきだ。彼女は健康そのものだった。木曜日にある血液感染症の会でもあった。それから2ヶ月に1回異常赤血球症の会でも。
こともあろうに金曜日の結核患者の会にもマーラ、観光気分の女。彼女の嘘に翻弄されて僕は何も感じなくなった。泣けない。そしてまた眠れなくなった。この次、瞑想の時間の後、心のチャクラを開いて抱擁し合う時がある。僕はあのマーラシンガーを捕まえてこう叫んでやる。おい、とぼけやがって。観光気分で来るところじゃない。出ていけ。今日で4日は眠ってない。簡単でしょ。不眠症になると浅い睡眠しか取れない。起きていてもぼんやり。では会を始めようと思います。まずクロエから話してもらいます。いいですか。いいぞクロエ。彼女の印象はメリル・ストリープの骸骨がパーティー会場で愛想笑いを振りまきながら歩いてるような感じ。まだ生きています。でもいつまで持つかしら。それはお医者様でもわからないそうですから。でもいいことがありました。私はもう死ぬことを恐れません。でも私の孤独な気持ちだけは同じで、誰もセックスしてくれません。死ぬ前に一度でいいから男に抱いてもらいたいんです。私ポルノビデオを買ったんです。それと潤滑ゼリーやサイン剤とか。どうもありがとう。みんなもクロエにお礼を言いましょう。ありがとうクロエ。では皆さん、私と一緒に瞑想しましょう。今自分の洞窟の入り口に立っています。洞窟の中に一歩踏み出して歩き始めましょう。自分に腫瘍ができたらマーラと名付けよ静かなところです。う。マーラは口の中にできた傷に似ている。ベロが当たらなければ痛くないんだが、そうはいかない。さらにあなたが洞窟の奥へ奥へと進んでいくと、自分を取り巻く癒しのエネルギーに気づくはずです。あなたの力になる動物がいます。すべていいわ。パートナーを選んで。今夜は特別な相手をね。ねえ、話がある。いいわ。知ってるぞ。え？ああ、インチキだ。死にやしない。何のこと？チベット密教やシルビアプラスの世界だろ。人間はみんな死に向かって生きてるってやつだけど、君とクロエとは全然違う。それで？君は観光客だろ。知ってるんだぞ。そう、皮膚がんの会だろ。結核の会にもいた。それに抗がんがんの会にもだ。よく練習したわね。練習って何？さっきのセリフ考えた通りに言えたの？ルパート。バラしてやるから。どうぞ。私もバラすわよ。いいですか？お互いに抱き合って思いっきり泣くの。なんでこんなことしてる？映画より安くてコーヒー付き。聞いてくれ。ここは大事な場所なんだ。僕の会だと言ってもいい。通ってもう1年以上になる。なんで来てるの？わからない。死にかけてる人間の話に人は真剣に耳を貸すだろ、普通は。普通は自分の話す場を待ってるだけ。ああ、そうだ。しっかりと心を開いて。深入りするな。病みつきになって中毒になるぞ。あらそう？真面目に聞け。僕は偽物がいたら泣けない。とにかくここは僕の大事な場所なんだ。頼むからもう来ないでくれ。看病棟にくら替えしたら私は嫌よ。ちょっと待てよ。待ってくれ。これは曜日で分けよう。いいか。君はリンパ腫と結核の会だ。結核の会はあげる。タバコの評判が悪いから。よし、いいよ、それで。じゃあ抗がんがんは文句なしに僕だね。
いえ、あそこは私の方が行く権利があるはずよ。玉なしだもん。冗談だろ。そうか。あるんでしょ。ダメだ。じゃあどこがいいんだ。感染症をもらうわ。両方の感染症はダメだが血液感染症に出ていい。脳感染症よ。じゃあ君が脳感染症でいいけど脳性地方症は譲らないぞ。それも私。脳を独占させるわけにはいかない。だってあなた4つよ。私は2つ。分かった。感染症は君にやる。2つとも。これでどっちも3つずつで。おい、洗濯物が残ってる。おい、あれ人の。ええ、服を売ってるの。そうだ、お互いに3つだから6個。日曜の大腸がんはもらうわよ。この女よく調べてる。ダメだ。僕が大腸がんだからな。知ってたわけね。こっそり行く気だったの。じゃあ分けよう。いいかい。第1と第3日曜が君で。いいわ。お別れの握手ね。ああ、お互い気持ちよく別れよう。いいね。なんでそんなことできるのよ。ねえマーラ、電話番号交換しようぜ。どうして？変更が効くようにさ。オッケー。こうやってマーラ・シンガーと出会った。自分は死ぬ運命、それがマーラの哲学だ。死なないことが彼女の悲劇らしい。名前がないわ。誰なの？コーネリアス？ルパート？トラビス？毎晩バカバカしい名前に変えるわけ。目覚めたらシアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルス、シカゴで目覚め、ダラス空港、ボルチモア空港、東部、中部、西部、時差を足したり引いたり。ご搭乗手続きは出発時刻の2時間前からです。これが人生。こうやって目減りしていくもんだ。目覚めるとエアハーバー国際空港。全然違う時間に全然違う場所で目覚めるんだから、全然違う人間になってたりして。あちこち旅行してもちっぽけな人生。一回使い切りの砂糖、使い切りのクリーム、使い切りのバター、チンするだけのままごと機内食、リンスのいらないシャンプー、1回分のうがい液、ちっぽけな石鹸。見事な組み合わせです。機内で会う人間たち、1回分の友達だ。離陸から着陸までみんなで時間を共にする、それだけのこと。そうこうしているうちに誰の人生の残り時間もいずれはゼロになる。僕はリコール査定士、企画に照らしてリコールの決定をする。ここから子供が放り出された。3ポイントだ。これは我が社が製造した新型車で、時速100キロで走行中、ディファレンシャルがロックする。子供の歯のブリッジが灰皿に挟まってて禁煙運動の広告に使えるな。車の衝突と炎上で家族全員が死傷し、さて車をリコールすべきだろうか。父親はデブだ。あのシートについたポリエステルのシャツの燃え跡を見ればわかる。まさに現代アートだ。仮に販売台数を A とする。それを事故発生の確率 B と掛け合わせ、さらにそれを過去の弁償金の平均額 C と掛け合わせる。つまり A×B×C イコール X。その X がリコールの費用を下回ればリコールはない。そういう事故が頻繁に起こるわけ？信じがたいですが。お宅どこの自動車会社なの？大手ですよ。離陸や着陸の時、機体が大きく傾くたびに僕は事故になれと祈る。空中衝突でもいい。ドカンと。出張中の事故死には3倍の保険金が支払われる。非常口横のお客様でここ
緊急脱出の際、一連の救助作業にご協力いただけない方は席を変えるよう搭乗員にお申し付けください。責任重大な席だ。変わりたいか？いや、僕なんかには荷が重すぎて務まらない。高度9000メートルで緊急脱出。見込みなしだな。ああ、そうだね。なんで酸素マスクをつけると思う？息するためだ。酸素は吸うと肺になる。特にパニクると人間は大声を出して大きく息をする。すると急にハッピーになる。素直に運命を受け入れる。これ見ろよ。時速1000キロで海面に不時着。あっけらかんとインドの牛みたいに落ち着いてる。面白い。実に面白い解釈だね。何してるの？何がだ？仕事の話だよ。なんで？別に興味ないくせに。そうか。ひどく自重的な笑い方だな。僕のと同じカバンだね。ソープ。ソープ？石鹸の製造販売やってる。文明を測る物差し。こうして出会った。タイラー・ダーデン。知ってるか？ガソリンと冷凍オレンジジュースを混ぜるとナパーム弾が作れる。いや、知らなかった。本当かい？本当だ。家庭にあるものでどんな種類の爆弾だって作れるんだぜ。そうなの？本気出しゃね。君が一番だな。今まで会った1回分の友達の中で一番面白い。飛行機じゃどんなものだって1回分だろ。だから1回分かったよ。頭いいな。ありがとう。それでなんか得したか？それ？その頭で。そりゃ磨くといい。どんどんな。礼儀の質問だ。前を失礼する。ケツと息子どっち向けようか？タイラーと同居するようになった理由？航空会社が振動する荷物に神経質だったから。まさか時計の音でも？今時のぶん投げ屋は荷物に時計の音がしても気にしない。ぶん投げ屋？荷物係だよ。今は振動があった場合すぐに警察に連絡する。僕の荷物が振動してた。9割方は電気カミソリの振動だ。ところが時々バイブレーターだ。もちろん航空会社は気を使う。持ち主をはっきりさせてはいけないからこのバイブという呼び方をする。これだけはダメだ。あなたのバイブ。でも僕は持って。スーツケースに何でも入っていた。カルバンの T シャツ、 DKNY の靴、アルマーニのネクタイも。まあいいか。僕の家は未亡人や青年実業家向きの15階建ての高級アパートだ。壁は硬いコンクリート。これが役に立つのは耳の悪いお隣が補聴器をなくして目いっぱいボリュームを上げてテレビを見るとき、あるいは自分の家具や家財道具一式が燃え上がる火だるまとなって闇夜に吹っ飛んでいくくらい大きな火山の噴火クラスの爆発が起こったとき。起こらないとは言わないけど、上には何も残っていません。お部屋には戻らないようにと警察の方が。どなたか当てはございますか？恥ずかしい。香辛料は揃ってるのに食べ物がない。
警察の説明ではガスの種火が消えて少しずつガスが漏れた。ガスは何日もかけてゆっくりと天井の高い158平米の部屋に充満していった。そこに冷蔵庫のコンプレッサーの火花が散った。はい、誰？息が聞こえるわよ。なぜ彼に電話したのか自分でもわからない。はい。誰だよ。タイラー？誰だよ。あ、飛行機に乗り合わせた同じカバンの、頭のいい。あんたか。それで？さっき電話したんだけど出なかったよ。今公衆電話からなんだ。ああ、俺は出ないんだ。逆探知する。どうした？それが飛んだことになって。まだマシな方さ。寝てる間にペニスを切られて走る車の窓から捨てられるより。そうかもな。だけどね、例えばソファーを選んで買った時こう思うだろう。これ以上のソファーはないはずだって。何が起きたってもうソファー選びでは悩まずに済むって。何でも揃ってた。ステレオも結構いいやつだった。服なんかブランド物が揃ってたんだ。ほとんど完璧だったと言える。それがパーかよ。全部パー。うん、パーか。デュベって知ってるか？掛け布団。毛布だ。ただの毛布だ。どうして俺たちはデュベなんて知ってんだ？だって俺たちが生きていくのに絶対に必要なものなのか？違う。じゃあなんでだ？多分それは消費者だから。それだよ。消費者だ。買わないとライフスタイルが崩れるって強迫観念がある。殺人、犯罪、貧困、全然興味が持てない。興味があるのは芸能雑誌やテレビだろ。500チャンネルもあるんだぜ。それに下着のデザイナーの名前、気配薬、インポ薬、痩せ薬。マサ・スチュワート。何がガーデニングだ。タイタニックみたいなもんさ。どれも沈んじまえばいいんだ。忘れちまうんだ。ソファーのこともストリンの緑の島柄も。思うに完璧なんか良くない。完璧を目指すなよせ。それよりも進化しよう。なるようになるって。俺はそう思う。間違いかも。あんたには悲劇かもな。いや、ただのものさ。別に悲劇だ。とにかく最新式のライフスタイルを送る道具を失ったってわけだ。そうなんだ。いや、僕はそうね。どうせ保険で買い戻せるしね。そう。何？持っているものが自分を束縛する。まあ好きにしな。こんな時間だ。どうもごちそうさま。いいさ。ホテルを探すか。なんだ？何が？ホテルか？うん。頼んでみろよ。何言ってるんだ？マジか。3杯も飲んで頼めないのか？泊まりたいから電話してきたんだろ？おい、違うよ。そうだ。僕そんなだから頼めよ。前儀はいいからズバッとな。それって迷惑かな？はっきり頼めよ。
君んち泊まってもいいかな？ああ、ありがとう。ただし頼みがある。ああ、いいよ。思いっきりぶっ飛ばしてくれ。え？俺を殴ってくれ。できるだけ思いっきり。少しタイラー・ダーデンの話をしよタイラーは夜型でした。人が眠っている時間に働くパートで映写技師の仕事をしていました。映画は1本のロールでできているわけではなく分かれています。そこで回っているロールの終わりにきっちり合わせて次のロールの映写機を回し始めなくてはいけません。そこで目印にするのがスクリーンの右上隅に出てくるマークです。業界用語で言うとタバコの焦げ跡。これが交換の合図です。映写機が変わって映画はそのまま進行して観客には全然気づかれません。こんな仕事誰もやりたがらねただし彼には別の楽しみがありましファミリー映画にポルノを一コマぶち込むとかな。た。アニメで大スターが声をやってるのがあるでしょ。おすまし猫と勇敢な犬が初めて出会う3ロール目のシーンなどにタイラーが仕込んだポルノ映像がちらっと登場するわけです。見たという意識はなくても見ています。デカマラ最高。これぞまさに目にも止まらぬ早業。それから時々タイラーは豪華なプレスマンホテルでパーティーのウェイターをやっていました。彼はフードサービス業界のゲリラテロリストなのです。見るな、見てると小便が出ねロブスターの味付けはさておき、デザートにはおなら、サラダにはくしゃみをかけて、クリームマッシュルームスープにはそのえ。どんどん言えよ。もうお分かりでしょ。どういう気だよ、僕に殴れなんて。やれ、俺が頼んでるんだ。わけは？知るか、俺にもわからない。喧嘩したことはない。ああ、僕もないけどどうでもいい。いやー、よくない。そんなんで本当の自分がわかるか。傷のないまま死ねるか。殴れ、俺がめげる前に。殴るなんて、こんなのイカれてるよ。イカれていい。さあ来い。わけがわからない。俺もさ、誰も気にしないし見てない。まだか。ちょっとおかしいよ。僕に殴られたいのか？その通り。じゃあどこだ、顔か？どこでもいいから。こんなのバカバカしいよ。くそ！てめえ！耳殴りやがって。ああ、悪かった、謝る。ああ、くそったれ。なんで耳なんだ。ああ、僕が焦った。いや、あれでよかった。どうだ？ああ、大丈夫か？マジで聞いてる。そうか。また殴れ。俺殴れ。やれ。またいつかやらなくちゃな。あの車は？車？どうやってここを見つけたか知らないが、もう住んで1年になるらしい。取り壊しを待っている建物って感じだ。窓には板が打ち付けてあった。警察が誰かが踏み破ってしまったからドアには鍵がかからなくなっている。階段は腐ってた。持ち主なのか不法侵入なのか、どちらでも驚かないな。ここかい？そう、ここだ。俺はあっち。トイレそこ。ありがとう。ひどいところだ。全て使えない。電気は一つがつくと他のが消える仕組み。
近所は無人、倉庫と製紙工場があるだけ。ムカつく蒸気の匂いとハムスターのカゴのようなおがくずの匂い。明日も仕事だ。切り上げよう。おい、何かやってるぜ。待った。いや、諸君。よ、じゃあ、よ。気持ちよい。雨が降ると電源を切らなければならない。その月が終わるまでテレビを見ることはなかった。以上。暖かい冷蔵庫も気にならなくなった。やらせてくれ。ああ、いいよ。太陽取りな。夜になると周囲数百メートルは人影もなし。雨が壁の漆喰や備品から滴り落ちてきた。木造の部分はふやけたり縮んだり、至る所に出た錆びた釘に肘を引っ掛けた。前の住人は読書家だったらしい。何読んでんだ？聞いてくれ。一人称で体の器官が喋ってる小説なんだ。僕はジャックの脳の延髄です。僕がいないとジャックは心臓も血圧も呼吸も調節できません。全部こんなのが続いてる。僕はジルの乳首です。僕はジャックの結腸。僕はガンです。ジャックを殺す。ファイトの後、日常のすべての音が小さくなった。え？怖いものなしだ。報告書はできたのかね？誰と戦ってみたい？会社の上司かな。マジか。ああ、君はどう？俺は親父。よく知らない。知ってるけど、僕が6つの時に出て行った。他の女と結婚して子供も。それを6年ごとに繰り返して新しい町に行って新しい家族を持つ。フランチャイズの展開みたいだな。親父は高卒だったから俺を大学に行かせたかった。うちと似てる。そして卒業して親父に電話して「パパ次は?」って聞くと「就職しろ」って。同じだな。25になった。年に一度の電話でこう「パパ次は何?」親父は「そうだな、結婚しろよ」。ああ、同じ。結婚できない。30にもなってるのに。俺たちって母子家庭の世代だよな。俺たちの求めてる答えが嫁さんだなんて考えらんない。ウィークデーのほとんどがこんな感じだが、土曜の夜が来るたび何かに気づき始めて、自分たちが一人ぼっちじゃないことを実感するようになった。以前の僕ならイライラやストレスの発散に部屋の掃除をしたり北欧家具を磨いたりした。僕は新しい部屋を探したり火災保険会社と交渉してもよかった。それに火事について少しは腹を立ててみてもよかったんだ。だがそうしなかった。サイバーネット導入の基本的な目的は事務の効率化です。月曜の朝なのに頭の中は週末のことだけ。そのアイコンを青紫色にすることはできるかね？もちろんです。皆さん効率化を最優先すべきです。なぜなら無駄は犯罪ですから。もう彼には見てもらっています。気に入ったかな？血まみれになることぐらい何でもない。男たちの願望だった。それを僕たちが実現した。みんなが喉元まで出かかっていたものを僕たちが引っ張り出したんだ。いいかみんな、お家に帰る時間だぞ。
そを切れ。裏には鍵だ。毎週タイラーは2人で考えたルールを発表した。諸君、ファイトクラブにようこそ。ファイトクラブルールその1、ファイトクラブのことは口にするな。ファイトクラブルールその2、絶対にファイトクラブのことは口にするな。ルールその3、降参を告げたり大怪我や戦意喪失はそこでファイト終了。ルールその4、1対1で戦う。その後一組ずつやる。その6、シャツと靴は脱げ。その7、決着がつくまでファイトをやめることはできない。その8、最後だ。初めてこのクラブに来た者は必ず勝負する。今戦っている若い男リッキーは会社で何の役にも立たない男だ。ところがテイクアウトレストランのボーイ長をぶちのめしている10分間だけは輝いていた。歓声の合間に聞こえるのは弾けるような激しいパンチの音だ。あるいは誰かが一息ついて血を吐き出す時のみんな生き生きしていた。しかしファイトクラブが存在するのは開始から終了までの数時間だけ。たとえいいファイトをしたやつだと分かっても外では話しかけない。ファイトクラブにいる時とよそにいる時では別人なんだ。初めてファイトクラブに来たやつはケツも柔らかくてブヨブヨだが、数週間もすると締まった体になる。有名人が相手なら誰にする？現役か？死んでてもいいよ。ヘミングウェイ。おたくは？シャトナー。僕はウィリアム・シャトナー。僕たちは物の見方が変わってきた。どこに出かけても品定めをする。ジムに通うのは気の毒な連中だよ。カルバン・クラインがのたまうような肉体を理想に思ってるなんて。男はあれでいいのか？ああ、自己改善なんてマスターベーションさ。自己破壊がいい。失礼。ファイトクラブでは勝ち負けは関係ない。言葉はいらなかった。ヒステリーな叫び声には恍惚感がある。ペンテコストル教会のように。ストップストップ。ファイトが終わっても答えは出なかった。それがどうした？すげえ。救われたという感覚だけ。いや、来週もやらね来月でどうだ？えか。オーケー。アーウィン出ろ。新入りやれ。時々言い訳はタイラーが。階段から落ちた。階段から落ちました。ファイトクラブのために髪も爪も短く切るようになった。それじゃあお偉いさんが相手ならガンジーがいいな。いけてんね。君は誰？リンカン。リンカン？ああ、でかくて腕が長い。奴はハンバーグになるまで戦う。くそ。どうせ年取りゃ抜けるんだ。
はい。ここのところどこに行ってるの？マーラか。なぜここが？局に案内頼んだでしょ。あなた最近サポートグループで見かけないわね。曜日で別れて行くようにしただろ。忘れたの？ええ、だけどあなた出てないでしょ。なんでわかる？こっそり出たの。別のにした。本当に？男の会だよ。抗がんがん関係？忙しいんだ。今衝動買いを直す会に出てるの。マジでイカれた連中よ。見たいでしょ。出かけなきゃいけない。私も睡眠薬でお腹がいっぱいなの。あったの全部飲んじゃったから。ちょっと多すぎたかな。汚いアパートでフラフラのマーラシンガーを見ている自分を想像した。ねえ、自殺する気なんて全然ないから同情を引こうとしているだけなの。長電話になりそうだった。今夜うちにいるの？待ちたい？死の実況放送聞く？試さない？レイコンが電話を使えるかどうか。臨終の喉鳴り聞いたことある？ドアが閉まっていた。住んで2ヶ月になるが閉まっていたのは初めてだ。昨夜は信じられない夢見たよ。ゆうべは信じられない夜だったわ。ここで何してる？はい？どうして僕のうちに君がいるんだ？ひどい人。あんた結構イカれた友達がいるんだな。よかった。物はいい。そう、廊下に出たら電話が生きてた。相手はわかるだろ。彼の説明を聞くまでもなかった。臨終の喉鳴り聞いたことある？そんなに大したものなのかな。ライオンの毛玉5本みたいなものかな。魂がこの体を去る瞬間よ。10、9、8。マーラシンガーが死のうとしているのをこともあろうにあのタイラーが気にかけたりするなんて。5、4、3。ちょっと待って。ずいぶん来るの早いわね。あんたのこと呼んだ？はあ？マットレスカバーがビニールで滑りやすいのよ。気にしないでね。比べたりしないから。まったく誰かサツを呼んだみたいね。513号はどこ？ああ、一番先よ。そこに住んでる子とってもチャーミングで可愛かったんだから。でも最近落ち込んでたみたい。シンガさん、助けに来ました。あの子化け物よ。謝らないでください。その子に触ると堕落するわよ。シンガさん、後で後悔しても知らないからね。このまま眠っちゃったらあの夕息よね。絶対私を眠らせないで。オールナイト。あいつ信じられねえや。一晩中相手してたんだ。お前もやったんだろ？
やってない。一度も？ああ、好みなんだろ？違う、お断りだよ。僕はジャックのイカれる堪能です。本当か？白状しな。本当に嫌いなんだ。僕の頭を銃でぶっ放して壁に脳みそで絵を描きたい。よかった。あの女ペットのふりして毒がある。近づくな。あの口からとんでもない言葉が出てくる。最高。あんなにすごいセックス小学校の時以来よ。タイラーは大喜び。翌日シンデレラのアニメに正規のカットを挿入した。マーラに必要なのは恋人じゃなくてカウンセラーだよ。シャワーだよ。あのセックスはスポーツだ。彼女はサポートグループばかりか家にまで侵入してきた。ああ、座れ。いいか、女に俺の話をするな。話すもんか。俺について何でもだ。ここでやってることを誰かに話したら終わりだ。約束しろ。分かった。守るか？ああ、守るよ。守るか？守るって言っただろう。なんだよ。3度約束した。あの時時間なんか惜しまずにマーラの死ぬのを見取りに行ってやればこんなことにはならなかった。3階に行く手はあった。そこなら声が聞こえなかったろ。でも行かなかった。何してる？今寝ようかって。行かせてみるか？いや、遠慮する。タバコあったよ。誰と話してんの？うるせえ。僕はこの世の中心にある静かで小さな存在、禅宗のマスターです。俳句を作ってEメールで送りつけた。それは痴漢ね。そうだよ。ここは禁煙のはずだが今日のところは帰って月曜日に綺麗な服に着替えてこい。きちっとしてくれ。僕を見るとみんな不快な顔をした。そう、喧嘩で顔はあざだらけだ。そう、それが僕は心地いい。僕は悟ったんだ。高級志向の生活を捨て、持ちすぎた所有物を捨てる。そして町のゴミための一角にあるオンボロ屋敷に住み込む。そして帰ってくるとこの通り。はい。ああ、こちらは放火課のスタン刑事です。お宅の火災の件で新しい事実が判明しました。何でしょう？お気づきかどうか分かりませんが、お宅の玄関の鍵に何者かがフレーンをスプレーしたようです。それからのみを使ってシリンダーを壊していました。いや、全然知りませんでした。僕はジャックの冷や汗です。これは初耳でしたか？はい、思いもしませんでした。ダイナマイトはダイナマイト？アンモニア臭酸塩と火塩化カリウムを残留物として残してました。意味は分かりますか？いえ、どういうことです？自家製爆弾ですよ。すみません、かなりショックな話だったものですから。この自家製爆弾をセットした人間はあの爆発が起こる数日前に種火を壊しておいたはずです。ガスは起爆剤でした。一体誰がそんなことを？それは私が聞きたい。言えよ。言えよ。財産を奪った解放者が僕の価値観を変えたって。もしもし、聞いてますか？ちゃんと聞いてますが、どういうことなのか訳が分からなくなってしまって。最近自家製爆弾と接点のあるような人物を敵に回しませんでしたか？敵って？僕は文明の思い上がりの象徴ともいえる物質至上主義を拒否する。これは真面目な話です。それは分かってます。真剣ですよ。真剣に聞いてます。僕までふざけてたら誰が真面目に聞くって言うんです。あのうちは僕の全てだったんですよ。いいですか？あのうちには僕の愛してた家具が揃ってたんです。
爆破されたものは僕にとって単なるものじゃない。僕自身だ。芸術学院に感謝。今都合が悪いんじゃないんですか？お前がやったって言えよ。お前がやったって言えよ。そいつも喜ぶぞ。聞こえてます。僕を疑ってるんですか？いや、まさか。ただもう少しお話を伺おうと思います。旅に出るときは連絡を。いいですか？はい。タイラーとマーラが同じ部屋にいるのはセックスをしている時だけ。そういえば両親も長い間そういう関係だった。今の時代ガラスの靴じゃなくてコンドームよ。相手ができたらさっと履かせる。で一晩中やるの。そしてポイ。コンドームよ。そう相手じゃなくて。え？このドレス古着屋で$1で買ったんだ。そいつはお似合いだ。花嫁の付き添いが着るドレス。誰かがはしゃいで着たのよ。1日だけで捨てた。まるでクリスマスツリー。ちやほやされてすぐポイ。飾りがついたまま道路の脇に投げ捨てられる。パンツは裏返しのままテープで縛られ捨てられる。レイプの犠牲者みたいに。やっぱ似合ってる。いつでも貸してあげる。追い出せ。何？君が追い出せよ。何も喋るな。6歳の時に逆戻り。両親の間のメッセンジャーだった。そろそろ出て行った方がいいんじゃないか？言われなくても出ていくわ。別に遊びに来るのは構わない。あんたって本当に行かれてるわ。これ以上付き合いきれない。降りるどうも、バイ。わ降りるもうこんなメリーゴーラン降りなきゃガキどもが。じゃあなんであんな女に付き合った？マーラって女はどこまでも落ちようとする。じゃあ僕はどうなんだ？ケツに羽刺しても鶏にはなれねえ。今夜どうする？今夜か？ああ、石鹸作り。いいぞ。石鹸作りはまず脂肪の生成。塩分のバランスが肝心だ。石鹸に一番いいのは人間の脂肪ってわけさ。おい、ここはどこなんだ？送信クリニック。あったぞ。この世で一番リッチでクリーミー。最高級だ。まずい。よこせ。破れないで。もう少しだ。よし。ほら。よせ。くそ。他のよこせ。脂肪を生成すると表面に油脂が浮く。ボーイスカウト流だろ。君がボーイスカートにいたとは思えないね。かき混ぜろ。油脂が固まったらグリセリンの層をすくい取れ。硝酸を加えたらニトログリセリンになる。それに硝酸ナトリウムとおがくずでダイナマイトさ。ああ、たくさん石鹸があれば何でも吹っ飛ばす。タイラーは実に物知りだった。まあ、昔の人は川に汚れがよく落ちる場所があるのを知ってた。なぜだと思う？さあ、川の上流の丘で人間が生贄にされてた。木で焼く。その灰に水が染み込んでアクができた。これがアクだ。大事な成分で溶けた人の脂肪と混ざると石鹸になる。それが川に流れ込んでた。手を見せてくれ。
何の真似だ？薬品やけどさ、一番痛みがひどくて後だって残る。何するんだい？がん患者の使う瞑想で痛みを消した。痛みを消すな、受け入れるんだ。やめろ！手を見るんだ。最初の石鹸はヒーローの肺でできた。宇宙に飛んだ猿みたいにな。苦痛なしや犠牲なしや何も得られない。消そうとした言葉、焼きごて、肉体。やめろ！お前の痛み、お前のやけど、それがこれだ。僕の洞窟に入って僕の力になる動物に会う。おい、言いかかった人間の真似なんかするんじゃねえよ。さあ、分かったからダ話せ。メだ。そんならまやかしの悟りだ。人生最高の瞬間なんだぞ。なのにお前は逃げるのか。僕も逃げない。だから頼む。おい、黙れ。子にとって父親は神だ。その父親に捨てられたそんなお前は神をどう思う？分からない。よく聞け。神に自分が嫌われてるんじゃないかぐらいは考えろよ。いらない人間だ。どう考えたってお前は憎まれてる。やけどぐらいなんだ。なんだと？神なんかいらないんだ。いらない。だって僕は。何が天罰だ、何が贖罪だ。俺たちは神の望まない子。ざまあみろ。水いいか、水をかけてみろ。もっとひどくなるぞ。俺を見ろ。素で中和させた方が楽になる。立たせてくれ。まずあがくの愛やめろ。そしててめえがいつか必ず死ぬってことを心に刻め。すごく痛いんだぞ。全てを失った者だけが本当の自由を知る。分かった。おめでとう。どん底はもう目の前だ。タイラーはその石鹸をデパートに1個20ドルで下ろした。売り値は知らない。評判なのよ、最高級だって。嬉しいよ、スーザン。美の追求で金持ちの女どもは自分の脂肪を買い戻すわけだ。ボスは黄色のネクタイだ。僕はもうネクタイ選びに悩まない。ルールその1、ファイトクラブのことを口にするな。またうっかりしてた。コピー機に忘れてきたに違いない。ルールその2、これは君のかね。え？君が上司ならこういう場合どういう決定を下す？これを見つけて君ならどうする？ああ、お答えしよう。俺ならその紙について話す相手を慎重に選ぶな。理由はそれを書いたのが危ないやつだから。そのオックスフォード時のボタンダウンを着たサイコは一度プッツンしてしまうとすぐにオフィスに乗り込んでくるはずだ。それもアーマーライト AR-10、ガスカービン半自動小銃を持ってだ。そしてここの従業員たちを手当たり次第に撃ち殺すだろう。そいつはあんたの知ってるやつかもな。そう、あんたのとても近くにいるやつ。思わずタイラーの口調で喋ってた。もともとはこんな風にいいやつだった。たまたま拾ったゴミをいちいち僕のところに持ってこない方がいいですよ。こちら査定課です。おっぱいが腐りそう。ちょっと外してくれますか。今なんて言った？見てくれない？おっぱいにしこりができたの。病院に行けよ。私医者に行こう金なんかないわ。僕じゃわからないよ。お願い。タイラーに頼らずに安全な僕を指名か。ご親切なことだ。ハニバーさんとレインズさんだ。どこまで届ける？かわいそうにあの世よ。私は生きてて腹ペコ。食べたい？いや、僕あんたのもあるわ。気持ちだけでいい。その手どうしたの？ああ、別に。この辺？ああ。ある？いや、ちゃんと見て。大丈夫。本当に大丈夫。何もない？ああ、ないよ。これで安心した。ありがとう。ああ、いいよ。これぐらい。何かお返ししなきゃね。うちの家系は男に乳がんは出てない。前立腺がんは？ああ、大丈夫だよ。
そうじゃあありがとう。以上か？ええ、おしまい。それじゃまたね。コーネリアス、コーネリアス、僕だよ、ボブだ。ああ、ボブ。死んだと思ってた。いや、こうして生きてる。君の方はどう？今までで一番元気だ。そうか。まだ抗がんがんのグループに？いや、やめたよ。もっといいのを見つけた。そうか。どんなやつ？いや、ルールその1、口にしちゃいけない。ルールその2は絶対口にしちゃいけない。ルールその3。ボブ、僕も会員だ。よく顔見てみろよ。驚いた。かっこいい。見かけたことないぞ。僕は火曜と木曜日だ。僕は土曜日。それはおめでとう。ああ、それはお互いにだろ。始めた人のこと知ってるのか？それは、ああ、知ってるよ。僕はいろいろと聞いてるんだ。どうやらな、精神病院で生まれたやつらしい。睡眠時間は1日に1時間だけだ。きっと超人だぜ。タイラー・ダーデン知ってるか？痛くなかったろ？マジで参った。こんなの初めてだ。サンキュー、サンキュー、サンキュー。ファイトクラブはボブ、僕とタイラーからの贈り物だ。世界への。右を見ても左を見ても新顔がどっさり。うっせえ。ファイトクラブのルールが守られてねえってことだろう。ここにいるのはこの世で一番強くて頭のいい連中だが、可能性の目がむしり取られている。ほとんどの人間がガソリンスタンドの店員かウェイターだ、もしくは会社の奴隷。広告を見ちゃ車や服が欲しくなる。嫌な仕事をして入りもしないものを買わされるわけだ。俺たちは歴史の狭間で生まれ、生きる目標も場所もない。新たな世界大戦も大恐慌もない。今あるのは魂の戦争。毎日の生活が大恐慌。テレビにこうそそのかされたよ。いつか自分も億万長者か大スターかロックスターだって。だが違う。少しずつ現実を知り、とうとう頭が切れた。ファイトクラブルールその1、ファイトクラブのことを。あんた、私か？そ表の看板にルーの酒場とあった。この私がルーだ。お前は何者だ？タイラー・ダーデン。お前ら誰の許しを得てここを使ってる？アービンに話は通した。アービン？奴なら首を折って寝てる。この店はな、俺のだ。アービンにいくら払ってる？全然。へえ。たださ。そりゃいいね。大助かりだ。おい、この間のけざる。今すぐ全員こっから出ていけ。ああ。うちに入らないか？お前耳が聞こえないのか？そこの友達も
どうだ聞こえるか？いや、よく聞こえないな。まだ聞こえない。わかった。忘れた。この野郎、下がれ！ほら！みんな下がれ！頼むぜ。ここが気に入ってんだ。いいぞ。やりな。森腐ったり。何がおかしいんだ。てめえ完全に浮かれてる。信じられん。この血がわかるか。俺の血がかかってんだぞ。ここをつかしてくれ。頼むよ。勝手に使いやがれ。ちゃんと約束しろ。はっきり約束しろ。お風呂の目に誓ってもいい。兄貴よ、用心棒さんも。じゃあ来週な。今週はお前ら全員に宿題を出す。表に出て全然知らない相手に喧嘩を売れ。喧嘩を売っといてわざと負けろ。お目が高いですね。おい、気をつけろ。バカ野郎、やめろ。思ったほど簡単なことじゃなかった。これはおすすめすぎ。何するんです。ほとんどの人間、普通の人間はどうにかして喧嘩を避けようとするものだ。ちょっと、さっきその水がかかったんだけど、わざとかけたな。警察を呼んでくれ。何？ちょっとホース。2本目。ごめん。くそ、俺とやる気が来い。もうやめてよ。助けて。よーぜ。お話があります。いいだろう。どこから話す？例えば無断欠勤の話かね。それともその格好の話か？給料にも響く。僕はジャックの驚かない心です。何？仮定しましょう。あなたは運輸省の役人です。いいですか？誰かのタレコミがありました。うちの会社が売っている車のフロントシートの構造が衝突テストに不合格だったと。ブレーキライニングは1600キロ以上走ると故障します。燃料ポンプは爆発して中の人間は生きたまま丸焼けです。どうします？君は脅迫してるのか？ええ、僕。すぐにここを出て行け。クビだ。明暗があります。僕を社外コンサルタントとしてこのまま雇ってください。給料の代償として先ほどのような私の知り抜いている話を決して口外しません。出社する必要はありません。この仕事は在宅でできる。おい、一体自分を何様だと思ってんだ。イカれた野なし野郎。警備か？僕はジャックの復讐心です。何するんですか？
なんで殴るんですか。やめてくれ。よせ、頼むからやめて。何するんだ。もうやめてください。なぜか僕は最初のファイトを思い出していた。タイラーとの。やめて。影や裏や内部でこの男が気にも留めずにやってきたことが恐ろしいものを大きく育てた。いいか、僕の言う通りに小切手を切るんだ。そうすればあんたの前に二度と現れない。その時、最高のタイミングでやってきた。話せ。助かりました。もう僕は叩かないで。電話にコンピューターにファックス、それに1年分の給料の小切手と48枚綴りの航空券。ファイトクラブにスポンサーがついた。こうしてタイラーと僕は毎晩ファイトクラブを開けるようになった。今ファイトクラブの主役は戦う2人の男だけ。リーダーはみんなに紛れて暗い影を歩いた。この時タイラーはプレスマンホテルのスープ小便混入事件が発覚して訴えられていた。僕はジャックの無駄な人生です。よし、よかった、いいぞ。よし。ご苦労さん。お疲れ。いえ。お疲れ。タイラーは新しい宿題を考えついた。それを封筒に入れて一人ずつ手渡した。デラウェアに支部ができたらしいね。ああ、聞いた。ペンズグローブにもだ。これボブがニューキャッスルにも見つけた。あら、お前だろ。いや、君だと思ってた。知らねえ。逃げろ。ちょっと止まってくれ。何やるんだ。後ろ向け。教える。宿題をやる。宿題ってどんな宿題。生贄にする。おい、銃なのか。頼む、銃じゃないと言ってくれ。銃だ。何する。何するんだよ。裏に来い。おい、ちょっとふざけるなよせ。裏で待ってろ。長いはずだった人生もクソ、いつかは持ち時間がゼロになる。何やらかすんだよ。手は頭の後ろだ。おい、財布よこせ。レイモンド系ハッセル、バリング通りのアパート A。地下の小部屋だろ、レイモンド。どうしてそれを。地下の小部屋は番号じゃなくてアルファベットなんだ。レイモンド、お前は死ぬんだ。死にたくない。お前の両親か。パパとママはどっかの歯医者に電話して歯型のカルテを取り寄せなきゃならない。顔が吹っ飛んでるからな。おい、よせ。よ期せよ。限切れの市民大学の学生証、
お前何勉強した？いろいろ。いろいろ？難しいのか？学科を聞いてんだ。生物学でした。どうして？そんなわかりません。何になりたかったんだレイモンド・K・ハッセル。答えろ。レイモンドは一体何になりたかったんだ？早く答えろよレイモンド。獣医です。動物のか？動物のいろいろな医者です。動物のな。ああ、やっとわかった。じゃあもっと勉強しなきゃな。たくさんです。死んだ方がマシか？どうか死にたいか？どうか。こんなコンビニの裏でひざまずいたままで？いやだ。どうかお助けください。免許証は預かる。住所は分かった。調べに行くぞ。もし6週間以内に獣医の勉強を始めてなきゃ死んでもらう。帰るな。走れフォレストガンプ。気分が悪い。奴はどうかな？おい、冗談がきつすぎる。なんでさっきみたいなひどい真似するんだよ。明日はレイモンドにとって最高の朝になるだろう。朝飯だって俺たちが食ったどんなごちそうよりうまいはずだ。彼の言う通りだった。行こう。タイラーの計画は彼なりの道理で筋が通っていた。恐れもない迷いもない、大した意味のないことはするりとかわす、そういう能力があった。職業がなんだ？財産なんて関係ない。車も関係ない。財布の中身もだ。パンツのブランドもな。お前らは歌って踊るだけのこの世のクズ。すぐに出ていくから。別にいいんだ。平気よ。いや、いてもいい。まだ通ってるの？ええ。クロエが死んだ。ああ、クロエ。いつの話？気になる？いや、カイのことはすっかり忘れてたよ。でしょうね。彼女は賢い道を選んだわ。聞いていいかな？ここに来て何の得がある？え？つまりこんなこと続けてて君は幸せなのか？ええ、時々はね。僕にはよくわからない。弱い人間が強い人間に寄りかかろうとするわけがね。それでどうなるって言うんだ？あなたのとこは何？いや、それとこれとは全く別の話だ。君たちの関係と僕たちのは。僕たち？僕たちってどういうこと？ああ、ごめん、聞こえるだろ？何が？あの音が聞こえないのか？待っててくれ。ちょっと待って、何言ってるの？話を変えないで、今の話をしたいの。俺の話はしないだろ。ああ。え？私とお医者さんごっこしたわね。あれは何なの？何の話をしてる？別に何でもない。そんなことないわ。おい、何言うんだ。目を見て。よせよ。ちゃんと見て。何よその手。何でもないよ、気にしないでくれ。ひどいわ。誰がしたの？ある人だ。男女？そんなことどっちだっていいだろう。どうして隠すのよ。君とは関係ない。話してくれ。怖いのね。そんなんじゃない。話してくれ。ダメよ、答えてよ。話してくれ。ダメよ。この話はここまでだ。ここまでだ。あなたにはもうついていけない。おい、あの女と長すぎないか？
これ一体なんだ。お出てみな。こんなに2段ベッドどうする。なあ。ガキか。帰れ。何なんだ。よし、志願者が若ければガキだと言え。あとはジジイとかデブでいけ。志願者？飯も睡眠も応援もなしで、あそこで3日間頑張ったら中に入って訓練を始められる。訓練ってなんだ。遊びに来たのか。ガキじゃ訓練にならないんだよ。時間の無駄だ。さっさと消えちまえ。悪い知らせだ。絶対に入れない。なんか誤解してるようだな。あ？別に世界の終わりじゃない。帰れよ。行け。不法侵入だ。殺を呼ぶからな。俺を見んじゃねえ。お前は絶対に入れねえ。とっとと諦めてここから帰れ。帰らないとこうだぞ。帰れよ。帰れこの野郎。遅かれ早かれ僕たちはタイラーの望み通りになっていった。俺は戻ってシャベルと取り替えてくるからな。黒シャツあるか。はい。黒のズボンはあります。黒のブーツははい。黒のソックスはあります。黒のジャケットはあります。自分の葬式代300ドルはあります。いいだろう。年だなデブ。父がでかすぎる。とっとそっから消えな。ボブちょっと話がある。来てくれ。宇宙に打ち上げられる猿みたいだ。スペースモンキー。大きな目的のために生贄になる。おめえはジジイすぎんだよデブ。てめえはなんだその色。なめんな。二人ともとっとと帰れ。猿は増えた。タイラーは軍隊を作った。俺たちは歌って踊るだけのこの世のクズだ。どうせ有機肥料の一部に過ぎない。なぜタイラーは軍隊を作ったのか。その目的は、大きな目的とは。我らタイラーを信ず。いやそうじゃない。彼が人間は職業じゃないって俺はこう思ったよ。そうだ。俺の気持ちにバチッときたんだ。おいどうなってる。いや元気か。分かったよ。どうなってる。お祝いするんだよ。何のお祝い。行けよ。いや俺が持ちます。始まった。ただいま警察が到着しました。お待ちを。ジェイコブズ警察署長の姿が見えました。署長すいません。今回の事件についてどうお考えですか。署の見解としましては、最近増えている破壊活動の線が濃いと思われます。おそらく地下に潜伏しているボクシングクラブの仕業でしょう。我々としましても本格的な捜査に乗り出します。現場に到着したジェイコブズ警察署長からお話を伺いました。1時間ほど前にレベル4の大火災が発生したローレン・サンチェスのパーカーモリスビルからの中継でした。スタジオどうぞ。
なんてこと。このように絵のようなものが火で描かれており、明らかに何者かの手によるものと考えられます。ところで警察では君たちがやったのか？ことながら放火の方法にも謎の点が多く、現在放火家の方で警察への挑戦とプロジェクトメイヘムルールその1は何も尋ねるな。そろそろお名挽回といきたいでしょう。厳しい捜査が望まれます。ところで我々取材班が到着する数分前に犯罪との戦いに勝つ道に近道はありません。必要なのは関係者の献身的努力と皆さんの協力です。治安が良くなり希望が見えてきました。しかしまだ始まったばかりです。そこで私たちは長い旅の第一歩としてホープ計画を発足したのです。この計画は官民一体型の防犯計画です。つまり警察と地域社会が一体となって犯罪の防止と摘発に乗り出すのです。必ずや犯罪との戦いにおける強い武器となると思います。玉袋を我慢で縛れ、ボブ。おい、父子がってる。どうだ、捜査なんか中止するよな。地下に潜伏してるボクシングクラブってのも撤回しろ。いやか、じゃあ弾をいただくぞ。1個はニューヨークタイムズ、もう1個は LA タイムズに送る新聞発表さ。ええか、世話になってる人間たちを逮捕する気か。飯を作ったりゴミを集めたり電話をつないだり救急車を運転してる。あんたが眠ってる間も守ってるんだ。絶対に邪魔すんな。嘘だよ。僕はのけ者に怒っているジャックの心です。で種の保存もできないパンダの眉間に銃弾を撃ち込んでいるような気分だった。オイルタンカーのバルブを開けて一度も見たことのないフランスの海岸を真っ黒にしてやりたいと思った。煙を呼吸したかった。変だぞサイコ野郎。美しいものを壊したかった。病院に連れてってやれ。はい。
ーデンさんどうぞ。空港の駐車場にありました。お先にどうぞダーデンさん。先に乗れ。何か不満か？別に。いや、なんでプロジェクトメイヘムのことを言わなかったんだ。プロジェクトメイヘムルールその1、質問はするな。何が言いたい？なんで初めから僕を入れない？初めはファイトクラブだった。それが地下から出てきてプロジェクトメイヘムになった。ファイトクラブを2人で始めたの覚えてるか？君だけじゃなくて僕のものでもある。2人だけのものか？ああ、2人でやってるつもりだった。視点がずれてる。もう俺たちだけのものじゃない。俺たちは特別じゃない。とにかく相談すべきだろ。おい、タイラー！危ないじゃないか。タイラー、なんて企画書欲しいなら E メールしようか。お前の行動予定表に入れとくか。参加したいなら自分から参加しろ。するさ。ただ最初に内容ぐらい知っておきたかった。プロジェクトメイヘムのルールその1。やめろ。もういい。君の考えが知りたい。知りたいだと？知識に頼ってるのがお前の欠点なんだ。知ってると思うのをやめちまえ。人生やら友情やら、特に俺とお前の関係をな。それ一体どういう意味だ？わからない。何してる？おい、お前ら死ぬ前に何がやりたい？自画像を描きたい。家を建てる。お前は？わからない。何もない。おい、お前はこの質問の答えを知っとくべきだ。今すぐ死ぬとしたらお前は自分の人生をどう思うんだ？わからない。僕の人生は何もいいことがなかった。そう僕に言わせたいんだろ。もういい。やめろ。まだダメだ。バカよせ。ダメだ。冗談じゃない。クソ。クソ。クソタイラー。クソファイトクラブ。クソマナー。もうお前たちはたくさんだ。分かった。分かったよ。なんだ、冗談やめてくれ。ハンドル持てよ。ざまねえぞ。待ってくれよ。言ってもねえんだ。めめしすぎるとくたばれ。なんだそれ。何が言いたいんだ。なぜ俺がお前んちを爆破したと思う？なんだと？どん底に落ちるのは瞑想やサポートグループとは違うんだ。コントロールしようなんて思うのはやめて流れに身を任せろ。離せ、手を。分かった。よしよし。自動車事故なんて初めてだった。僕の会社の車で事故った人たちもきっとさっきのような気持ちを味わったに違いない。やったな。これが生の喜びってやつだ。俺には想像できる。廃墟となったロックフェラーセンターの周りにある大峡谷の森でヘラジカを追いかけている君よ。君は自分の寿命より長持ちする革ジャンを着てシアーズタワーに絡みついたクズの木を登っていくだろう。そして下を見下ろすと放置された高速道路のガラガラの車線で小さな人間たちがトウモロコシを砕いたり鹿肉の切り身を並べたりしていることだろう。元気出せよ。
そうしてタイラー。タイラーは消えた。僕は寝てたのか。ずっと寝てたのか。この家は生き物になっていた。大勢の男たちの汗と吐息で中は湿っていた。あまり大勢が動くので家までが動いた。タイラー惑星だ。僕は壁にくっついたりスペースモンキーたちの作業の間をすり抜けなければならなかった。何してんだ、ここで吸いやがったな。この家にエーテルがどれだけあるか知ってるか。料理班、作業班、睡眠班に分かれている。待ってくれ。そうだ、それがあったな。待ってくれ、こちらからかけ直す。あ、すべて計画通りです。どこだタイラーは。プロジェクトメイヘムルールその1、質問はする。ああ、分かってる。いいよ。一人ぼっち。親父に捨てられタイラーに捨てられ、僕はジャックの裏切られた心です。プロジェクトメイヘムの展開はタイラーだけが知っている。ルールその2は質問するな。何してる。僕に近づくな。さっさと向こうに行くんだ。何この人たち。石鹸会社の連中。入っていい？彼はいないよ。誰？タイラーだ。彼ならいない。彼はどっかに行った。消えちまった。どうした？何があった？俺たちの任務は一石二鳥作戦でした。広場の芸術品を壊してボーリング作戦開始。フランチャイズのコーヒー店を壊すんです。全てうまくいってました。でもその後、兵者さん止まれ。それでボムを撃ちました。それも頭を。いいね、ドマメ。ひどい。なんてこった。くそ、いいね、ドマメ。お前らバカか。スキーのマスクをしてうろうろ動き回って派手にドカンとやりゃこうなることぐらいわかるだろう。なんてこと。それじゃ証拠を隠さなきゃ。この死体を隠すんだ。埋めよう。何？裏庭に運んで埋めてやりましょう。やるぞ、みんなで運ぶんだ。おい、みんな触るな。どいてろ。今なんて言った？これは証拠なんかじゃないからな。人間なんだ。それに僕の友達だ。裏庭なんかに埋めさせてたまるか。しかし彼はプロジェクトメイヘムで殺されたんですよ。彼はボブだ。しかしプロジェクトメイヘムでは我々に名前はありません。なあ、よく聞け。彼は人間で名前もある。ロバート・ポールセンだ。いいな。ロバート・ポールセン。彼は僕たちの犠牲者なんだ。この意味がわかるか？わかります。死んだらプロジェクトメイヘムのメンバーは名前を持つ。彼の名前はロバート・ポールセン。彼の名前はロバート・ポールセン。彼の名前はロバート・ポールセン。
彼の名前はロバート・ポールセン。おい君たち頼むからやめてくれ。彼の名前はロバート・ポールセン。彼の名前は黙れよ、もう終わりにしよう。彼の名前はロバート・ポールセン。彼の名前はロバート・ポールセン。平だ。彼の名前はロバート・ポールセン。彼の名前はロバート・ポールセン。平か。いいえ、私は放火家のスターン刑事です。明日署で会えませんか？僕はタイラーの使った半券を頼りに町から町へとはしごした。50軒ものバーを訪ねまくったが、どういうわけかどこも見覚えがあった。タイラー・ダーデンを探してる。とても大事な話があるんだ。役に立てないです。どの町に行っても僕は飛行機を降りた瞬間、ファイトクラブの場所が分かった。この顔見てくれ。僕はメンバーなんだ。タイラーを見たかどうか教えてくれないか。そのようなことをあなたに話すつもりはありませんし、たとえあなたの知りたい情報を知っていても言うわけにいきません。行かれてるよ。出てけと言うべきでしたか？ハードスケジュールで彼はファイトクラブのフランチャイズを全国に作っていた。僕は寝てたのか、ずっと寝てたのか。タイラーは僕の悪夢か、それとも僕が彼なのか。噂だけは聞いています。どんな噂だ？誰も顔を知らないようです。3年ごとに顔の整形をしているという噂です。そんな馬鹿げた話聞いたことがない。マイアミ支部の話は本当ですか？軍隊も組織してるそうですね。ずっとデジャブの続きを体験しているようだから、どこに行っても初めての気がしなかった。タイラーが透明人間のように思えた。乾いた血の匂い、床についた汚い裸足の足跡、フライドチキンのような染みついた汗の匂い、夕べのファイトの熱気が残っている床の感触。いつもタイラーには一歩遅れを取った。彼の名前はロバート・ポールセン。彼の名前はロバート・ポールセン。彼おかえりなさい。お元気でしたか？知ってるのか？テストですか？いや、これはテストじゃない。先週の木曜にもここに。木曜？そこにちょうど立って秘密はちゃんと守られてるかって僕に聞きました。完璧ですよ。僕を誰だと思ってる？これはテストじゃないんでしょ？ああ、テストなんかじゃないよ。ダーデンさんです。僕の手にこれをしました。倒しました背もたれは元の位置までお戻しください。はい。なら僕だ。僕たちしたのか？何をよ。僕たちセックスしたのか？何バカなこと聞いてるのよ。ああ、バカな質問だ。はいかいいえで答えてくれ。引っ掛け？違う、マラ、教えてくれ。その質問ってただのセックスだったのか？愛があったのか？じゃあ愛し合ったのか？あなたがそう言うならちゃんと答えてくれ、マーラ、頼む。僕たちはしたのかしてないのか？突っ込んだりやめたり愛したり嫌ったり優しくしてくれたりとんでもなく野蛮なことしたり、大体2人の関係はこんな感じよ。タイラー。客室の気圧が急降下した。今なんて言った？どうかしたの？今僕をなんて呼んだ？タイラー・ダーデン。タイラー・ダーデンよ。当然でしょ。気は確か？今から行くわ。いや、待て、マーラ、うちじゃない。約束を破ったな。出たな、タイラー。俺のことを話したな。一体今何が起こってるんだ？俺は頼んだぞ。一つだけ。たったの一つだけだ。なんで僕が君なんだ？答えろよ。
座りな。答えろ。みんな僕を君だという。知ってるだろいや、知らない。いや、知ってる。じゃあどうしてみんなお前と俺を間違えるんだ？僕には分からない。分かったな。嘘だろ。絶対に邪魔すんな。答えろ。それは答えろ。同一人物だから。大当たり。俺たちは歌って踊るだけのこの世のクズだ。どうしてこんなことになったのか。お前は生き方を変えたがってた。でも自分では無理だった。お前の憧れの全てが俺なんだ。お前の理想のルックスでお前のやりたいことをやる。賢くて有能で自由奔放。特に最後がお前と最も違う。そんな。平だ。彼はどっかに行った。消えちまった。誰？ありえない。いや、まともじゃない。誰でもやってるよ。独り言言って自分のなりたい理想像を頭に描く。だがお前のような根性はない。突っ走れない。おい、何かやってるぞ。まだ素直じゃないところがあるから時々素に戻る。またいつかやらなくちゃな。ある時は俺を見ているような気になった。初めてこのクラブに来た者は必ず勝負する。少しずつお前は変わっていった。タイラー・ダーデンに。職業がなんだ。人間は財産なんて関係ない。いや、家があった。お前が借りた。君には仕事も生活もあった。お前は不眠症だから夜も働いた。石鹸も作ったしな。マーラとセックスしたのは君だったよ。ああ、厳密に言えばお前がやった。だが彼女には同じ。そんなバカな。今困ってる。女は知りすぎた。俺たちのゴールを脅かす者は排除しなければならない。どういう意味だ。そんなのやりすぎだ。冗談じゃない。僕は耳を貸さないからな。君は異常だ。いや、お前が異常だ。それに俺たちにはこんなことしてる暇はない。人格が入れ替わる。映画は続き、誰もフィルムの掛け替えには気づかない。お客様、チェックアウトですか？カードで払う。電話の利用リストにサインをお願いします。いつこんなにかけた？それならここにあります。今朝の2時から3時半の間です。でも僕は最近早く眠りにつき遅く起きるようになってるのか。タイラーでいる時間がどんどん長くなってるのか。誰かいるのか？またデジャブ。見覚えがある。ああ、たくさん石鹸があれば何でも吹っ飛ばす。大変だ。1888です。そこはフランクリン通り1888の管理室。もしもし。もしもし。フランクリン通り1888か。はい。ご用件を。もしもし。ああ、聞こえる。管理責任者と話したいんだが。私です。よく聞いてくれ。そこのビルでとても恐ろしいことが起こりそうなんだ。だからすぐ。予定通りです。なんだって？ご心配には及びません。順調です。2160。マラおいマラ待て。待て、話がある。マラあんたのスキンヘッドの友達に本気で殴られたわ。腕が折れるとこだったわ。連絡できなかった。あいつでも今説明する暇がない。すごい匂いがしてたの。いいか聞け。君には信じられないと思うがお願いだから聞いてほしい。どうせ嘘だらけの作り話。それちょっとひどすぎる。待てよ。やめてよ。あんたの話なんか聞きたくないの。君には権利が。僕はコーヒーをお願いするよ。お客様の注文は全て無料です。ただってどういうこと？もう聞くな。
いいわ。私はクラムチャウダーとベイクドポテト付きのフライドチキンにチョコレートシフォンパイよ。綺麗な食べ物を頼む。それでしたらクラムチャウダーはおやめになった方がいいかと。クラムチャウダーはキャンセルする。30秒だけあげる。マーラ、認めるよ、僕は変だった。そうさ、僕といると二重人格者といるみたいに思えたろ。そうね、ジキル博士とおバカさん。バカで結構だが、やっとのことで重要なことに気がついたんだ。何？今まで僕たちの関係は僕にとって曖昧だった。もちろん僕の心がはっきりしてなかったからだ。でも重要なのは分かってるんだ。君にひどいことをしてきたのは。ちょっと待って、15秒だけでいい。頼む、15秒だ。聞いてくれたら帰っていい。とにかく謝りたいんだ。やっと分かったんだよ、君のことを好きだってことが。本当に？本当だと思う。だから心配してる。僕のせいで君を危険な目に遭わせたくない。マーラ、君は命を狙われている。なんで？この町からしばらく出た方がいい。大都会は避けてキャンプ場か何かに行くといい。あなたって異常よ。いや、僕が君のことをこれから起ころうとしている大変なことに巻き込んでしまった。もうやめて。君は危険だ。努力したのよ。本当よ、タイラ。分かってた。好きなところもあるのよ。賢くて面白くてベッドでは最高。でも我慢の限界。あなたは精神を相当病んでるのよ。それもかなり重症だから病院に行った方がいい。専門の先生にも。分かってるんだ。だから謝る。謝るのは誰でもできるわ。でも私はもう限界なの。もう無理。もう嫌。行くから。行っちゃダメだ、マーラ。危ないって言ってるだろ。もうマーラ、君は分かってない。ほっといて。マーラ、もう行って。僕は君を守ってあげたいんだ。もうあんたなんか会いたくない。そいつはいい。それにはそう、ここで待ってて。ちょっと待て。うるせえ。黙れ。ねえ、これを持って、あとはバスに乗れ。約束する。君が望むなら二度と君の前に現れ。うるせえんだ。バスに乗ってくれ。頼むから、バスに乗って。全然わかんない。奴らにとって脅威なんだ。ダメ、説明できない。とにかく信じてくれ。僕が君の行き先を知ったら君は安全じゃなくなる。返さないからね。バカにかかる税金と思って。そりゃいい。いいか、少なくとも 2,3 日は大都会には近づくな。いいか。タイラー、人生で最低の男だったわ。いや、僕を逮捕してくれ。この町のあちこちで繰り返されている破壊活動や襲撃の元凶となっているテロリスト集団の僕はリーダーなんだ。この町にはおそらくもう 2,3,000 人は会員がいるはずです。支部なら他の大都市にすでに 5,6 カ所はあります。このプロジェクトメイヘムはたとえ本部の命令がなくても単独で完璧に計画を実行できる人間たちを組織した集団なんだ。じゃあ行けばわかるよ。家だ。ペーパー通り1537番地。あそこが本部だ。裏に回って庭を掘ってみてくれ。ロバート・ポールセンの遺体が出てくる。地下に行くとバスタブがいくつかあるはずだ。その中で我々は最近まで大量のニトログリセリンを作っていた。きっと連中はクレジットカード会社の本社ビルと TRW のビルを爆破するつもりだ。どうしてクレジットカード会社を標的にするのかね。貸借記録が消えればみんな借金はゼロになる。パニックですよね。聴取を続けろ。電話で確かめてくる。大したもんですね。え？実に勇気ある命令です。天才ですよ。あなたの命令です。プロジェクトメイヘムを妨害する者の弾を取れ。たとえあなたでも。あがいても無駄です。よくやってくれましたね、ダーデンさん。見せしめになります。君たちは大きな間違いを犯そうとしている。セリフ通りですね。僕はタイラー・ダーデンじゃない。それも言うと言ってました。よし、タイラー・ダーデンだ。よく聞け。直接命令を下す。
今すぐこの計画を中止するんだ。そのセリフも言うと言ってました。離せ！お前たち何考えてるんだ！それとも警察か！号令かけるか？よせよせ！口を閉じてるんだ。くそ。はい。彼の話はまんざら嘘でもなかった。なるほど。さあ行くぞ。ペーパー通りのうちだ。用意しろ。わかりました。よし。待って！いいか。抑えたね。これは決まり事なんですか？さん、暴れないでください。時間がないんですから。手を離せ！ナイフを捨てろ！捨てろ！下がれ！伏せろ！二人とも床に伏せろ！伏せろって言ってるんだ！このドアから最初に顔を出したやつには鉛のサラダを食わせてやるぞ。いいな！走った。僕の筋肉は熱く燃え、血管にはバッテリー液が流れた。それでも走った。おい、何やってんだよ。パンツで走り回ってどう見たって頭がいかれてる。やっと読めたぞ。何を企んでるか。じゃあいいじゃないか。特等席を用意したぜ。最高のショーだぜ。なんてこと。どうする気だ？止めてやる。やめろ。成功は目の前だぞ。嫌だ。どうしても止めてやる。爆弾なら10カ所以上のビルにある。いつプロジェクトメイヘムを殺人計画に変えた？ビルならからさ。監視に仲間が残ってる。目的は殺人じゃない、解放だ。ボブは死んだ。頭を撃ち抜かれてな。オムレツ1個作るのに卵何個ある？黙れ。無視してやる。お前は幻覚だ。これだ。よし。頼むぞ。俺ならやめる。お前敗戦知ってんのか？お前が知ってるんならな。おい。今俺はお前が分からないように他の線を考えてる。それが？おい、違うぞ。緑じゃない。緑だけはやめとけ。言ったろ、寄せって。くそ！耐えな、そこからどけ。
だぞ。そこからどけ。じゃあ見てろ。わおあのな、お前は想像で作り出した友達を銃で狙った。それも400ガロンのニトログリゼリンのそばだ。落ち着けたいな。耐えろ。お待てよ。逃げるな。いよいよだ。あと3分で始まる。決着がつく。このシーンから始まった。何か言っておきたいことはあるか？なんだって？やっぱり何も思いつかない。やっぱりがついたな。ワクワクするな。2分30秒考えてみろ。大したもんだろ。この窓の外で金融の歴史が崩壊していく。経済的平等に一歩踏み出すんだ。なんで彼女が。完璧に締めくくる。頼むからこんなことはやめてくれ。俺がやってんじゃねえ。俺たちがやるんだ。2人の夢だからな。違う。俺は望んでない。そうだ。ただしお前はもう意味がない。お前の存在は忘れよう。お前は妄想の声だ。お前も妄想の声だ。お前はただの幻覚だ。きっと追い払える。困るぞ。いや、お前なんかもう必要ない。おい、お前が作ったんだぞ。俺は自分を癒す第二の血がなんか作ってない。ちゃんと責任を取ってもらおう。取るよ。全ての責任は僕にある。この責任は僕が取らせてもらう。だからこうしてお願いする。計画を中止してくれ。俺がヘマしたことがあるか？いつも俺のおかげだったろ。俺はやり遂げてみせる。毎度のことだ。お前はジタバタ抵抗するだろう。そして結局俺に感謝する。感謝している。今まで君がしてきてくれたことに。でもこれはやりすぎだ。やめてほしいんだ。じゃあどうする？クソみたいな仕事に戻んのか？高級アパートであのくだらない生活してくれ。あらごめんだ。ダメだ。止めなきゃ。もう止まらない。黙ってろ。60秒だ。覚悟しとけ。くそ。消せばいいんだ。幻なんだから消せばいい。あの銃だってそこにはないはずだ。本当はこの手に。おめでとう。でも何も変わらない。
なんで自分の方に向ける？これは僕の頭じゃない。僕たちのだ。面白い。それでどうなる？イケアボーイ。はい。水臭いぞ。友よ。平、しっかり聞いてほしいんだ。いいとも。僕の目は開いてる。なんだこの匂い。あたりゆっくり見物でござい。みんないないぞ。本当だ、変だな。どうです？大変だ。何です？大丈夫ですか？大丈夫だ。それ重傷ですよ。別になんでもない。なんでもないことないですよ。冗談じゃない。ひどい傷です。医者に見てもらった方が。心配ない。見よ、平気だ。うまくいってる。もう話してやる。いや、マラ。彼女はそこに置いて、みんな降りてくれ。後で下に行く。本気ですか？そうだ、本気だ。クソバカ！なんて異常な遊びを考え出すの？私のこと誘拐までしてさ。あんた何よその子。いいんだ。何があったの？聞かないでくれ。撃たれたの？そうだ、撃たれた。大変だ。あれで立ってるなんて本物の化け物だ。誰がやったの？自分でやったんだ。ガーゼを頼む。自分で撃ったですって。そうだ、でも大丈夫。マラ、僕を見ろ。僕はもう大丈夫だ。信じてくれ。何もかも良くなる。僕の人生で一番不思議な時に出会った。